こんにちは。大工のシャランです。前回ね、この玄関の上がりがまちまで床を張ってあります。で、この下に小縁をつけて、ベタ箱収納ですか、この残りの玄関仕事をやってきます。前回の動画でね、玄関の床は晴れたんですけども、もう一段小縁がつきます。式台って言いますかね、1段2段で上がりきるってことですよね。高さが上がりがまちまで300近くあったんでね、ですから上の上がりがまちを150、下を135ぐらいになりましたかね。そういう感じの2段のこの玄関がまちですね。低い方の小縁の方のかまちをまず入れていきます。玄関土間、黒い石で仕上がってますよね。この土間は既存のまんま使います。なかなかね、今こういうデザインでショートもでもなかなかできませんからね、これはそのまんま使って、で今まで入ってたようにコンクリの横に上がりがまちを入れていく。なかなかね、この後先の仕事になるんですけども、入れる言うても乗るとこがないんですよね。ですから前もってね、2センチの120角の基礎パッキンを等間隔で下に並べてあります。でそれがね、この元々のコンクリの上にウレタンボンドで固定してあるんで、高さが揃ってないってことだよね。でその上にこのかまちを微調整してやってね、そして乗せていくようにします。普通に考えてね、この玄関の仕上がり、コンクリにね木をひっつける、普通考えてよくないんですよね。でも最初に仕事してあった材料が杉でしてありました。50年杉で作ってあって、シロアリ一つ、変色一つしてなかったんですよね。ですからヒノキの赤みで今度は入れてやればね、まず50年はね腐らず持ってくれると思います。ですから心配することは全然ないと思います。小縁の床はね、ヒノキの根だれスでかまちに直角に張ってきます。でも張ってしまえばね、これ止まるんですけど、それまでにねかまち動くんで、上の段の上がりがまちの下から枝を何本か入れておきます。これでね、もう前後しっかりと固定ができます。このかまちはね、タバコ収納の方もね短い方入れてやって、そして折り金床を張ってね、小縁と玄関収納の床と兼用で作っていきます。かまちは折り金しっかりと固定できたんですけどね、なんせ下に固定はされてないんでね、しっかりとボンドで固定しておきます。本当にね、ここ何にもいないんで工夫してね、タバコ収納上っても踏みませんからね、固定してればね床下地は十分だと思います。
五円の鼻で尺二寸5分から尺三寸までですね、斜めに無理やり入れますからね、大きな面取ってやってね、そして面取るんでも甘くなりますとね、どうしようもないんで、きちっと固定できるこの面の大きさですよね。ですから一枚一枚この吟味してね、面取って、そして合わすようにしていきます。貼るのは折り金になってますからね、コーナー部分ですよね。一番厄介な部分から貼ってきます。これを奥から貼ったりね、短い方から貼ったら寸法割りも合いませんしね、こういう難しいとこは先に貼ってきます。これ床貼るのもね、いつものごとくこのボンドとビスで貼るんですけども、特にこういう白木の柱、かまち、床、こういう時のボンドってやっぱしこのウレタンボンドじゃなくてね、木工用ボンドがいいですよねっていうのは、ちょっと合わなんだなって、これ時間がかかる時あるんですよね。時間がかかる時すぐに固まらない、それとはみ出た時に拭きやすい、跡が残らない、塗装をかけた時に変色しない。ですから白木の化粧物の時は自分は絶対に木工用ボンドでやってます。玄関幅木はね、もともとのタイルの幅木にかぶるようにつけてきます。壁がどうしても出てきますからね、それに幅木を通してやってね、でそれで玄関幅木っちとおかしいですけどね、同じ役目でね、玄関の横の壁は収めていきます。これで公園は完成ですね。折り金、ヒノキの床ですね。今度は玄関収納をやってきます。杉板を周り貼ってやってね、そして可動式の棚で下駄箱収納は作ってきます。まずは棚板ですね。可動棚を天井まで取っても使えませんしね、そして玄関から見えてしまうってことなんですね。ですから内のりの高さでカモイを入れて、上の部分はもう壁にします。玄関下からですと2100も200もありますからね、そこまで棚板あれば十分やと思います。下駄箱収納のカモイなんですけどね、ヒノキで入れますっていうのは、まだこの後仕事をしていくんですけども、ヒノキでまだ柱カモイってね、また手前に立つんで、お揃いのヒノキで入れます。下駄箱だけを考えると、こんな下駄箱にヒノキのカモイなんてもったいないんですけどね、やはり材料っていうのはね、綺麗でなんぼですけど、材質も揃っててなんぼですからね、やはりこの一本をケチってはダメですね。
何本か前に押し入れをした時にね過ぎてはったんですけども、その時はこの横張りしたんですけどね、今回は板がね3メーターもやね、高さが2100ですから、横に張るよりも縦に張った方がお得なんですよね。玄関のサッシも縦格子になってますしね、縦に板を張ってやればこういう風に縦筋がいくってことだよね。そして材料が卒にならない、そういう意味で玄関収納のこの杉板は縦張りにしてます。今度は先ほども言いましたけども、手前にね柱と戸建てと鴨居と入れてきます。っていうのはここ丸っぽ3メーター近くのこの玄関なんです。それを下駄箱の前にね家族用の通るスペースを作るってことなんです。玄関をお客さん用、家族用、こう入り口を2つに分ける、そういうデザインに仕上げていきます。正直家族端回るかちょっと疑問なんですけどね、この頃こういうように家族用で玄関を通る、そこに玄関収納、下駄箱、建具をつけなくても入り口にね多分ここにのれんつると思うんです。そのように聞いてますから、玄関を2つに分ける、そういう意味でのこの柱間仕切りをやっていきます。では柱を垂れていきます。玄関ホール側の柱は上がりがまちの真上に立てます。なかなかねこの玄関がまちの上に柱を立てるケースあんまりないんですけどね、実際天井も張ってありますしね、上下の細工もできませんし、このように上がりがまちの上に立てるんですけど、床がむく板ですから上がりがまちと塵を取ってあります。塵の分だけをねすいてやって、それがこの丸入れのような形になって下を固定していきます。なかなか3ミリの銅付きってねすることもないんですけど、その現場でね、とにかく玄関先なんでねもう最後ですしね、ましてこの綺麗に仕上がった上がりがまちの上に後建てでまた化粧の柱を立てるんですから、さすがに気は使いましたね。下を最初に入れて天井後に持ってきます。割とボードの下に天井してあるんですけどね、少し柱長めにして斜めに持っていくと割と天井って上上がってくれるんですよね。壁塗って仕上がっとるわけはないんで、上がって定位置に行って1ミリか1ミリ半ぐらい少しだけ長くしたんですけど、天井がもう化粧になってないだけ良かったですよね。この間おかげさんでチャンネル登録70万人いきましてね、ありがとうございます。でも実はこのうちのチャンネル見てもらってる人の8割以上はチャンネル登録してもらえてないんですよね。正直ね、自分の引退か100万人が先かよく息子と言ってるんですけど、できたら少しねチャンネル登録ポチッとしていただいてね、100万人の手土産で引退がもう早くなってくれるとね、自分としてはもう嬉しいんですけどね。やっぱ厚かましいお願いですけどね、もしよかったら1割の方でもね押してほしいですね。で同じように手前もねヒノキの鴨居を入れて、そして今度はね鴨居の下から柱を立てます。
玄関土間の石の上に立てます。上はこのカモイで止まります。下はまた工夫してね止めていくんですけども、壁ができるってことでね、その壁で玄関2つに分けた壁になって、またこの目隠し壁にもなって、いろんな意味での化粧壁ですよね。1ミリか。この柱に履かせる石はね、履くっていうぐらいですから、やはりね最初に柱につけておきます。これちょんと置いてやったんではねいざりますから、石に前もって穴を開けてもらってます。でその穴からこの柱の下向けてね、長めのビスで留めてやります。挟んだら痛いやろ。全然ちゃうやろ。あれだ。なんでこう挟むの。折れた。これ。一本。柱の頭はこの入れたカモイの上刃からビスが揉めます。で下は固定することができないんで、壁の裏表の幅木を兼ねる一本の木を入れてやるってことだよね。表裏の幅木を入れたんではこの柱止めるのが難しいですから、敷みたいなもんやね。これをしっかり止めてやって、そこからこの2番目に立てた柱を止めていきます。ほんで全てのパーツ刻めたんで、ここで初めて固定していきます。一個一個固定していくとね、ちょっとこの収めるのにこれ無理がかかりますから、仕事するのは一つ一つですけどね、一本ずつ止めなくて、もう止めるときはもうこの相対的に一度に止める。一個一個止めるのは焦らないってことですね。自分はそういうふうにこの心がけてますね。上は空いてるんですよね。ですから上まで無理して収納棚取りますと、玄関のお客さんから上の棚が見えてしまうって言ったのはこういう意味なんですね。でやっぱりこの上も壁にするとやっぱり狭くなってしまいますよね。そうじゃなくてもこの2つに分けたってことですね。もったなく感じはするんですけども、お客さん来た時に玄関すっきりしてますよね。これでこの玄関の残りの仕事、小縁と下駄箱収納ができました。お客さんはこちらからね、正面から、家族はこちらの狭い方から使うそうです。形のいい玄関になりましたね。これでもう大型できたんですけども、残りは縁側だけです。これも順次にやっていきます。以上、大工のしのやでした。